こんにちは、鉄工と鎌田です。とてつもなくスペシャルなお二方がなんとテッカートに遊びに来てくれました。トヨタの佐藤社長です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。今すっげえ緊張します。来ちゃった。来ちゃいました。来ちゃいました。来ちゃいましたね。もうね、ぜひ一回行きたいと思ってて。来ちゃいました。嬉しい。そしてまたスペシャルなもう一方、GR の梶さんが、梶部長さんが。どうもお世話様です。すいません、わざわざこんな町工場に。もうね、エコハチ見たさについに来ちゃいました。来ちゃいました。もうね、さっきからね、ちょっとね、ちらちら緑色が目に入っちゃって、もうね気になっちゃって。見えちゃってます。もう見えちゃって。見えちゃってます。じゃあちょっとテッカートの工場の中の見学の方をお願いします。よろしくお願いいたします。おかしいよね、本当はさ、工場逆だからね、工場見学とかさ。そこに見えてるブラックリミテッドがちょっとやばいですよ。これ僕のです。でしょ？俺見ましたよ。やばいですね。500馬力の移動が多いでしょ？はい。移動の間暇な時ね、テックさんの動画ずっと見てるの。あれ見てですね。いつも出てくるやつ。そう。バネ変えてね。そう。よく見てます。見てるでしょ。バネ変えてね、セットをちょっとね。そうなんですよ。パンス自らこうやって。そうなんですよね。もう街乗りするのにやっぱりね、突き上げは嫌なんで。だからね、僕ね今日ね、なんで鎌田さんがね、もう270馬力とかね。やりたくって速い86作りまくった人がなんでエコ8なのかっていうのを聞きたい。そういうことですね。そこですね。それを聞きたい。それをね教えていただきたいなと。散々いろんなことやってですね、エコ8は10年前にも1回作ってるんですよ。そうそう。10年前にそれを考えたところがすごい。10年前に1回やったんですよ。でエコ8ってやったら誰も「鎌田何やってんだ」でしょうね。そうなりますよ。そうなんだエコって言ってパワー出せよって言われて、それで1回ボツになったんですよ。もう僕もそっかそうだなって。でもあれ140馬力ぐらい出てるでしょ。出てます。元が130、そうですね。5とか130でしょ。だからもうそこそこ出てるのね、ちゃんとね。シャーシダイナモの方で140なんで、まあ悪くないですよね。ここに来て一周回って、そうです。一周回ってエコ。すごい。大人のたしなみですね。そう。だからこう大人になったってことなんですか。多分それはあるんだと思うんですよね。なんかだんだんうるさいの飽きて、ちょっとやんちゃですけど音は。そうだからそこがポイントだと思ってて、トヨタでもね、電気86とか水素86とか一回作ってみたじゃないですか。やっぱり保有をカーボンニュートラルにしないと、新車のね15倍ぐらい本当はこう CO2 影響あるわけですよ。だからこう保有がカーボンニュートラルにするにはどうしたらいいかなと思ってあれ作ったんだけど、いろんなご意見いただいてて、あれは86じゃないとか、それはだけどこうリッター17キロ走るのに86で居続ける、もうすげえなと。嬉しい。俺すげえなと思うわけですよ。その秘訣を教えてもらって。ちゃんと86っていうところを86なのにリッター17キロで本当は18キロを目指してたけど、もうやめたって言ったじゃないですか。やめました。ここから先行くとなんか多分ね86じゃなくなっちゃうんじゃないかってことでしょ。そうです。乗り味がその感覚が勉強してる。86段乗りなんで、やっぱり感覚は86っていうものをなくしたくないっていうのがあって、そこでやめたんですけど、もっとやろうと思えば20ぐらいは持っていけると思うんですよね。数字出すだけだったら。これやっぱ86ファンタルね。でも水素86はさ、なんか4A 字だなって感じがするじゃん。あれも 4AG なんで。
まんまなんで。本当に乗ってみたいですよねあれポーも。トで、うんポートではい。水素吹いて、うん。相当無理ああ、やっぱ難しいりやっぱり直噴じゃないやとってっぱりねいう。燃焼がうん難しくて、手前で燃えてしまうんで。ああ、そういうことだ。水素って結構燃焼早いんですよね、うん。だからポートで吹いちゃうと、本当に燃やしたいところで燃えてくれないんで、ああ、じゃあもうヘッドにダイレクトに打てるようにやっちゃえばいいですね。やっちゃえばまあ。まあだいぶあ、それやっちゃいますよね。それ聞いちゃうとやっちゃいます。今は 4AG まんまで、はい。とにかく一回水素にしてみうようん。やったんで、うん。なんとなくこう 4AG なんだけど、うんなんかどこ行ったあれ、まあまあまあ、もうちょっとあーもうちょっと頑張ろうっていうこうねパワー感のなさトルクのなさがうんあるんで、やっぱりもうそれはもうヘッド、まあそのね気候の問題ですもんね、機械の好きな。うん。ちょっとまあこうね物理的な問題。物理的な問題ですだからね。ね今ねその 4AG、4.5AG、はい 5AG、7AG とかこうね、うお、すごい詳しいんですけど、詳しいんです。もうねもうそんな動画ばっかり見てる一応社長なんです。一応。社長さんです。いや多分社長なんです。借りてって分解したいよ、持って帰りたいだけじゃないですよね。ごめんごめん2ヶ月ぐらい帰ってこないの。ごめんただ乗りたかっただけ絶対そうだと思った。ねそうそう、カズさんも86乗ってんじゃなかったでしたっけ、もともと。いやいやまあ昔乗ってましたね。そうですよね。86乗りなんですよね。やばいこれすごいよ。ややばばい人ばっかりだな。い人ばっかりだな工場の中行きましょ行きましょうかぜひぜひぜひこれずう。もうずーっっと話せますよ。と3時間ぐらい喋れてるうわーこれはもしやあれですね。これは憧れのストリート、土屋さんのストリート号です。初めて本物見ました。でもねはい。僕らはねやっぱりね、このストリート号を超えていかなければいけないおお。と思うわけです待ってください。カーボンに触れてられてください。いろいろね使い分けはいるけどやっぱ車屋としてはい。ねはいそうですね。うん車屋として。車屋として車屋として。車好きの一人としてやっぱりねこう目標は超えていくためにある間違いないです。間違いないです。かっこいいんですけどね。かっこいいですけど、なんか目標が変わってきてる気がする。ちょっと今ね目標がちょっとずれブレちゃいましたね。もうちょっとブレたけどやっぱりここでねはい。このストリート号を見てしまったの見てしまいました。は何かの運命ですねえ、こっち見に行ったんですか。そう、エコハチがもう。本当は今日は、はい鎌田さんとはい。カーボンニュートラルをええ。語り尽くそうとはい。はい。本当はカーボンニュートラルそうか、カーボンボンネットみたいな。カーボンうまい。うまいそうカーボンつながりつながりカーボンつながりでやっぱりね見ちゃうとねですね。やっぱりねあれですよ大谷選手もはい言われてたじゃないですか、はい今日だけは憧れるのをやめましょうあ、WBC ですね。 WBC、ね、憧れてたら超えられないんです今日だけは憧れるのをやめましょうはい。やめましょう。スーパーマンを超えてこそ未来があるんですどう超えるかいろんな。いろんなありますからね。はい。そうですよ電気で超えよそっちですね。う電気でそういう超え方は確かに。どうそれはでも可能性あります。土屋さん0100で対決しましょ土屋さんと相談ですね。土屋さんは土屋さんオンですよ。うそうついに。だ土屋さんが相談に乗ってくれるわけないこのお客様のちょっとフェアレディ。今車検です。はい。そういうことうん。ただあとサビがすごくなってきたからうん、これもこれからどうしようかなっていう。これも一回エンジンオーバーホールしてるんですよ、うちで。うん。こっちですね。こっから今2台ははレストア中仕上げてるところです。トレのレビン。お
おお僕のブラックリミテッドのレビンバージョンを今作ってます。そうです。でこれもう貼っちゃったけどカーボンルーフです。おおカーボンルーフ。そうそう、これ見てください。あれよく見てください。なんかお左ハンドルです。どういうことですかこれ。これアメリカから持ってきました。なんですよね。シアトルに住まれてたお客さんが日本に戻ってきてシーケンシャルと油圧されてつけて羨ましいですね。N2 です。これも走らせたいですね。もういろいろ見てもらいたくて宝の山だね。ちょっと汚れないように秘密のこれあんまりね普段入れないです。お邪魔します。あ、いないな。どうぞ。ここで組んでます。いい匂いする。すごい。なかなかあんまりこう普段僕んちってエンジン組むとこって見せないですよね。そう普段は見せないよね。あまり見せないですね。これの奥とかがだいぶ昔もう15年20年ぐらい前に出たのがその8コートにしたくてパイプ出してみやってもうてるこれは。たり途中でなんか飽きちゃってやめちゃった。断念じゃなくて飽きてやめちゃったんですよ。途中だ。これ見てください。これ見てください。やっちゃったねだいぶ。これ絶対モザイクね。攻めれる。これはすっごいピックアップ良かったです。もうバンバン吹ける。そうですよね。でもこの道を通ってはい。話戻っちゃうんですけど、はいエコエコ8。はい。そうです。これやってる人がなぜエコ8にたどり着くのかがわからない。心境はちょっと聞いてみたいところではありますね。あ、いやなんかこうエコ8やる時ってモチベーション湧かないとかはないんですか。はなかったですね。逆にこういうのやったらエコに行くと思うからやってみたいんだけどどうってまあ社長に言って始めた。もうどんどんやろうって。そう。僕も好きなんで。予算的にどこまでやっていいっていうのを聞いてやれることを今だったらこれできるよなっていうことを全部やってっていうのをやりましたね。でもその時も 4AG のこうフィーリングとかはイメもうージしながら。そうですね。できれば TVIS も使いたかったしっていうのはあったんですけど、まあそこはちょっといろいろな関係で使えなかったんですけど、それもうまく考えながらっていうのをやりながらやりました。単に燃費の数字だけ出してもはい、面白くなかったので、ないちゃんと乗れて走ればサーキットでもそれなりのタイム出せてでちゃんと燃費運転すればちゃんと燃費も伸ばせてっていうふうにしたかったので、あとは普通に買えるものだよね。そのお客様にお客さんにフィードバックできる。同じのを作ってくださいって言われれば同じく作れるようにはしてあるので、なるはい、今はこっちは普通に普通ではないけど 4AG 組んで多分普通じゃないですよね。ちょっとプラスアルファぐらいの。この辺 WPC ですねえなんかそのツヤ感がはい。 WPC 感が。クランクとピストン線が WPC ですね。でも今って例えば昔みたいにもう何やってもいいぞっていう時代じゃないじゃないですか。やっぱり社会ルールとかそうですね。ね、いろんなものを守りながらやっぱり楽しい車を作ろうって、だからこうねそれよりかは長く乗ってもらえるような作り方を。ね今トヨタさんがミッションのパーツとか作ってもらってるじゃないですか。ドライブシャフトとかすごく嬉しくて、ああいう部分ベアリングを交換するだけでも変わるし、ああいうところを変えるだけでもエコになると思うんですよ。ハブベアリングの。だからエコ8もそうなんですけど、極力そういう足回りのそういうベアリング類とかブッシュ類、そういうのを変えましょうっていうふうにはお客さんには勧めてます。それだけでもエコになるんで、そうですよね。エンジンだけじゃなくてエコ8を佐藤社長に見ていただきましょう。こんな感じです。綺麗。あれ中塗ってないって言ってたのに。中塗りました。綺麗に塗ってるじゃないですか。はいいつの間にかい。つの間にかはい
あ、なんかバッテリーも違う、なんか、はい、なんかいろいろ変わってきたな。動画で見たのと違う。この辺もなんかもうあれ。こう来てこう来たらさ、もうこれここノーマルでこのそのこだわりがしびれるねこれ。でこれがあるかないかで、もうエンジンルームのやっぱりノーマル感がそうですね。全然違う。最初のインパクトはもうね、ノーマル。そうなんです。そこなんですよ。変態です。変態だわこれ。本当に変態しかいないです。いやでも変態しか勝たんのよ。そうですね。すごい楽しかったですね。ありがとうございます。なんかエンドレス、終わらない沼トーク。エンジンルームね、普段なかなか見せないエンジン部屋とか、もう感動のテックの中枢を見たっていう。出てこれなかったね。帰れないんじゃないかと思った。じゃあ今日は佐藤さん、加谷さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。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 